はいどうもシーブと申します。本日ね、ゴールデンウィーク前の仕事をようやく終えまして、完全にこれから休みってことでウキウキ状態となっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。早速ですけどね、本日はこちらの紹介です。これなんだっていう話なんですけど、タイトルの通りでございます。今回ですね、最初に少し前置きを挟みまして、その後開封&観察、そして分解&観察、そして動作&感想、そして最後にまとめといった流れで進めていこうかと思っております。ちょっとね前置きは長くなるかもしれませんが、興味のない方は飛ばしていただいても大丈夫です。本当は見てほしいんですけどね、それでは早速いきましょう。それでは前置きといたしまして、皆さんヘッドホンアンプというものをご存知でしょうか。私個人の認識としては、音声を再生する機器の出力を補うというもので、特にインピーダンスの高いヘッドホンをドライブするために必要なものという理解です。要はこれを使うと音が良くなるよというようでございます。しかしですね、私はこれまで、それを使ってきませんでした。なぜかというと、私は今ヘッドホンは、オーディオインターフェースに直で挿しているんですけども、そのオーディオインターフェースは天下のRME 社から出ている Fireface UC というものを使用しておりまして、こちらの高級品でございますので、出力には何ら問題ないだろうと思っていたからです。そんな中ですね、私最近フォーカスライトのマイクプリアンプを調べて買っちゃったりとかいろいろしてるんですが、そこでですね、レコーディング界隈では知らない人がいないというルパート・ニーブさんという人の名前をやたらと見るなと思っておりました。でそこでですね、結局その人が制作に関わった、フォーカスライトの ISA というモデルの、プリアンプをマイクプリですね、購入しました。でそれをきっかけにですね、そのニーブさんが関わった製品に、興味を持ちまして、その中で割とすぐ見つけたのが、このヘッドホンアンプ RNHP という製品です。こちらね、どうやらレコーディング現場では必須レベルの機器でございまして、 RME のオーディオインターフェースを使っている人でも、違いが分かるぐらい音質が良くなるといった話でございますよ。でそこまで来たらね、そうか試してやろうじゃないかと思うわけでございますけどもね、お値段なんと6万円7万円8万円ぐらい、最近価格が改定してちょっと上がっちゃったみたいです。実際その効果があるかどうかわからんというものにかけるようなお金ではないと判断いたしました。ということで本題でございます。ダンと私が大好きな最強中華通販サイトAliExpress でございます。なんとですね、ここで調べたところ、こちらの通販サイトにこの RNHP の中華製クローンが販売されているではありませんか。 Rod Rain Audio とかいう謎のメーカーが作っておりまして、お値段1万5000円ぐらいでございました。というわけで買いました。こちらね、アリエクスプレスの商品サイトの方にはいくつかレビューが書いてあったりしたんですけども、このロッドレインオーディオというメーカーに関して公式サイトは存在しません。そしてYouTube とかその他サイトにおいても一切のレビューがありませんでした。ということで今回のこの動画は世界初のこのロッドレインオーディオの RNHP クローンのレビュー動画になるでしょう。というわけで早速開けていきましょう。よし。はい、というわけでアリエクスプレスで何か買った時って大抵グレーの怪しい袋に入ってるんですけど、今回その青っぽいめちゃくちゃ空気が含まれた緩衝材の中に入ってますね。ハサミでガッツリ開けていきたいと思います。だいぶ頑丈に包装されてて好感が持てますね。だいぶ好感が持てる頑丈な梱包だと思います。はい。でこのあれだな、2つに分かれてるな。これ本体と AC とかかな。もし箱とかないんだ箱とかないらしいですよこれ。直で入ってました。箱とかないんだまさかとは思ったけど。はい、というわけで本体と AC アダプターお出ましでございます。 Rod Rain Audio 結構かっこよく書いてますけど、
パチモンなんですけどね。パチモンの割りなんかかっこよく書いてありますね。本物の RNHP の画像を出してるんですけど、ちょっと見た目の違いからちょっと触れていきたいと思います。まず一つ目として、このボリュームノブですね。これ本物は真っ赤です。真っ黒っすね。これ似せる気あるのかよくわからんけど、上に RNHP プレシジョンって書いてあります。これ本物と同じですね。本物はこの背面っていうか底面にベサマウントができるようなその穴が開いてるらしいんですけど、それは全く見られません。で、後ろですね。後ろはなんか特に問題なさそうですね。当たり前ですけど、ここにメイドインチャイナって書いてあります。ちょっと部品もチェックしていきたいと思うんですけど、この端子ですね。この XLR を指す端子なんですけども、本物は、ニュートリックかなっていう端子を使ってるそうなんですけども、こいつもちゃんとニュートリックって書いてあります。ここからコピーなのか、本当にその部品を使ってるのか、ちょっとわからないですけど、なんか一見ちゃんとしてそうだと思いました。で、こちら普通の AC アダプターっすね。トムソンテレコムって書いてありますよ。これ何なんですかね。とりあえず本物と同じく 24V、100V から 240V って書いてあるんで、日本でも問題なく使えるかと。ヘッドホンアンプの使った感想なんて先に言ってもしょうがないと思うんですよ。どうせ感想なんて人それぞれなんで、まず私は一回動かす前にこちらを分解していきます。で、ちょっと今気づいたんですけど、これ分解しようと思ったらこのサイドが普通のネジかと思ったら六角なんですよ。なかなかめんどくせえことしてくれるなこいつとは。というわけでご会長といきましょうか。パッカーン。はい、さて細かいところを見ていきましょうか。で、まずはこいつの中身を見る前に本物の中身をおさらいしておきましょうか。本物の方の RNHP の使用部品ですけども、ちょっとレビューのホームページを見てるんですが、オペアンプは TI、いわゆるテキサスインストゥルメンツ、アメリカの会社ですね。で、電解コンデンサについては日コンのミューズというグレード、そして、ボリュームの可変抵抗は日本アルプス。最初の方に言いましたけど XLR のプラグは、ニュートリックっていう構成です。で、まずこの最初のオペアンプについてちょっとだけ触れておきたいんですけども、私実は、電子機器メーカーで回路設計のエンジニアとして働いてたことがあって、部品選定の一環でその各社のオペアンプの特性をひたすら測定してたという、下積み時代があったんですけども、そこで主に見ていたのがローム、そして日本無線 JRC ですね。また、ルネサスエレクトロニクス、そして、こちら今回の TI でございますが、その結果ですね、詳細は伏せますけども、周波数特性とかノイズの量とか、総合的に見て TI のオペアンプがダントツに良かったということを覚えております。ただしね、高かったという記憶もございます。そこでですよ、もしこのクローンの使用部品についてもこの本物と同じものをもし使っていれば、これを通して出てくる音については限りなく本物に近いんじゃないかと思っております。自分は本物の聞いたことないんで分かんないんですけど、おそらく近いんじゃないかと、想定に過ぎないですが、考えております。はい、つうわけで中身を見ていきましょう。ちょっとここに画像とか出していこうと思いますが、まずオペアンプですね。で、これよく見るとまさかの TI です。TI です。全く同じ片目のやつですね。本物と同じオペアンプを使ってます。6120A2 と書いてある。これ紛れもなく本物の TI のオペアンプです。これ素晴らしいですね。ここが一緒だったらもうほぼ一緒なんじゃないかと思ってます。で、次に、電解コンデンサー、この金色のやつですけども、これは同じく日コンで、おそらくこの色からしてミューズのグレードなんですけども、容量がちょっと違いますね。本物は4700マイクロファラットを使ってるんですけども、こちらは3300マイクロファラット、若干容量が小さい。おそらくこれで少し音が変わると思います。どう変わるのかっていうのはちょっとよく分かりませんが、ちょっと違いますね。あとはちょっと今気づいたのが、この電源のスイッチのコネクタへの導線がちょっと違いますね。本物はなんか赤いより線になってますけど、こいつはなんか緑のちょろっとした線でつながっています。で、最後にこのボリューム可変抵抗ですけど、こちらも本物と同じアルプスジャパンって書いてありますね。これ全く同じもの使われています。これやばいな
本物と構成ほとんど変わんねえぞ。極めつけはこの基板の配線パターンですわ。ちょっとこの本物とこのクローンの配線図をちょっと横に並べて出しますけど、同じなんだよね。そう、部品がいくら一緒でもグランドパターンとか変わってくるとノイズの量とか変わってきて、いろいろ音も変わるとは思うんですが、グランドも同じっすね。これ細かい抵抗とかコンデンサーとかの容量とか見てないですけど、グランドパターン同じっすね。パッと見 99% 以上同じです。真ん中にロットレインオーディオって書いてある以外は基本的に全部同じに見えます、俺の目には。つまりこれ本物なんじゃねえかそんな気がしております。で、このアリエクスプレスの商品ページにレビューがいくつか書いてあるんですけども、それに対するセラーの返事にこんなことが書いてあります。 Hello, my friend. Its circuit is 100% as the original. Enjoy it. と書いてありますが、クソ怪しい文章ですけど、あれですね、さっきちょっとありましたけど、この日コンのコンデンサーの容量が若干違ったりとかするので、正直 100% 同じとは言えないとは思うんですが、この設計思想的な意味ではほぼほぼ同じものを作れているんじゃないかと思っております。で、あれですね、自分が指摘したこのノブの色が違うだとか、この光が違うだとか、ベーサーマウントの穴がないとか、そういうのも指摘してる人がいるんだけども、そこら辺の違いをレビューに書いている人もいるんだけど、そういう違いはあれどサウンドは 99% 同じですよということをセラーは言っています。もうここまで来ると俺も本物買わずにもう比較することなく、俺これだけを使って音を聞いて生きていこうかなって今はもう考えてますそんな気持ちでいっぱいでおります。もう本物聞く必要がないかなって思っちゃってますね。実はいつか聞こうとは思ってますけど、十分な性能を持ってるんじゃないかと個人的には思ってます。まだ聞いてないですけどねつうわけでこの後リスニングタイムに入りたいと思います。はい、というわけで聞いてる最中の様子を見せてもしょうがないので、ちょっといろいろ音楽を聴いてきました。ちなみに自分ヘッドホンはアーカーゲイの K702 ってやつを使ってます。こういうやつですね。ちょっとイヤーパッドを最近変えたんですけど、インピーダンスが60いくつだっけ、それぐらいあって、そこそこ高くてドライブするのが多少大変かなと言われているヘッドホンでございます。で、こちらをこの、RNHP のクローンにつないでみた結果、私が個人的に思ったことを言います。全然参考にならないとは思いますが、一応言っておきます。で、思ったのが、まず一つ目として市販されている音源、完成されたミキシングが完了された音源を聞いた時っていうのはちょっと爽やかになったなっていうぐらいで、さほど変化はしなかったから、ちょっと耳障りが良くなったなっていう感じがしました。それが完成品の音源の感想です。で、2つ目、こちらが重要で、自分が最近途中まで作っていた音源、ミキシングも全然やっていない音源を聞いた時、そこでめちゃくちゃ違いが分かりました。ミキシングする前の音源がすごい音像っていうのかな、音の並びがもう地面に音が並べられていると仮定すると、その地面がすごいデコボコした地面の上に音が無造作に投げ込まれていて、それがグワグワくるような、そんなイメージを覚えました。要は整理されてないものっていうのがすごい極端に聞こえてくるなと、そんな感じを覚えました。つまり本物の RNHP はレコーディングとかミキシングとかやる人が使うと思うんですけど、要はつまりミキシングできてないっていうのが顕著にわかる。つまりもう本当にミキシング向きの特性を持っているなと個人的には思いました。あんまり語ってもしょうがないので、分かる人は分かるということでこれぐらいにしたいと思います。で、最後にまとめとさせていただきたいんですが、これまでね、自分が出してきた中華製パチモンの動画って、最終的にはこれ意外といけるんじゃねえかっていう結論に今まで至ってきたんですが、今回に関してもこれはいいんじゃないかと思いました。皆さんもぜひ試してみてください。というわけで
最後の最後にちょっと皆さんに聞かせておきたい音がございまして、こいつ本物の方のレビューによく書いてあるんですけど、このヘッドホンを挿したまま電源を切ると変なキューンっていう音が鳴ってすごい耳に優しくないといったようなレビューがたくさんございます。この回路設計が 100% 同じと言っているこのクローンもその耳障りな音が鳴るのでしょうか。というわけでちょっと最後に試してみたいと思います。というわけでマイクの横にヘッドホンを置いて録音できるような感じにしてみたいと思います。こういう感じね。いきます。皆さん聞こえましたか？これは本物と同じ音ですか？これは本物を持っている人にしかわからない。というわけでありがとうございました。シーブでございました。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。